こんにちは、レミリアよ。今日も積分をするわ。ちゃんと学んでいきなさい。問題はこちら。次の積分を計算せよ。インテグラルルート x の20分の1プラス 1dx。ただし、x は正。非積分関数は x が負の範囲でも定義できるけれど、偶関数だから正か負のどちらかでも分かればいいわ。x イコール0を軸に対照的だからね。まずは一つ目の回答から見せましょう。非積分関数が今の表示では簡単に原子関数が思い浮かぶことはなさそう。なので、少し変形してみるわ。非積分関数の2乗とマイナス1乗に分けてみたの。勘のいい人や経験の多い人は気づいたかもしれないけど、非積分関数のマイナス1乗はルート1プラス x の2乗の同関数に等しいのよ。さらに残った部分は平方根が解消されて、なおかつ現れている文字は x の2乗だけ。なので、ルート1プラス x の2乗を別の文字に置き換えると非積分関数全体の混合がなくなって計算しやすくなるわけ。実際に置き換えてみると、非積分関数が u の有理関数になった。それも単純なマイナス1次に分解できるような形のね。マイナス1次の原子関数は対数関数だったわね。置き換え元から u 大なり1だと言えるので、この形で絶対記号を外して構わないわ。これを整理する。そして、x の式に戻せば積分の計算は完了ね。これがおそらく出題者の想定した最適な解法よ。私もこれ以上の解法は見つけられなかった。次ね。解答2に進むわ。解答にも混合を解消するために非積分関数の変形から始めるの。少し変な形だけど間違っていないわ。xdx を当てたのは意図的よ。ここで、ルート1プラス x の2乗の逆数を別の文字で置き換えるわ。xdx をまとめておくと簡単な形で微分章を置き換えることができたのね。実際に置き換えてみると、分母分子で文字を打ち消し合って比較的綺麗な形の有理関数が現れたわ。分母がすでに因数分解されていて、一次式の積で表されているわね。これを利用して非積分関数を部分分数分解しましょう。部分分数分解よ。非積分関数が一次多項式の逆数と別関数の和で表されたわ。これで v の原子関数はすぐにわかるはず。置き換えの式から v 小なり1が言えるので、ln 絶対値1-v イコール ln1-v よ。絶対値記号を外した後の式数が v-1 にならないように注意してよね。これを x の式に戻せば計算は完了。積分定数も忘れずにね。次が最後の回答よ。一つ目と二つ目はほとんど同じようなものだったけど、三つ目はかなり違うアプローチに見えるはずよ。この回答では、逆関数の積分法を利用するわ。書いた通り、非積分関数全体をある関数の逆関数として見るの。そうするとそれらを用いて原子関数を表すことができるのよ。逆関数を定めたので元の関数も求めてしまいましょう。そして、この関数 f の原子関数をラージ F としておくわ。これらを用いると、f インバースの原子関数をこのように表すことができるのよ。これが逆関数の積分法ね。ただ、ラージ F を積分記号を用いずに表さないと意味がないので、f の積分計算が必要よ。やってみましょう。早速だけど、x をセカントシータで置き換えるわ。セカントシータの原子関数はわかるので、もう決着がついたわ。実質的に計算はこれで終了よ。x の式に置き換えて、ラージ F が求まったわね。あとはそれぞれのパーツを式に当てはめれば原子関数が求まるわ。何度も見せたけれど、これが結論よ。三つの解法を用いて、いずれも同じ結論に至ったわね。私自身は、逆関数の積分法を使える時があるものなのかと驚いてしまったわ。なぜかというと、この方法は非積分関数の逆関数の原子関数が存在して、かつ簡単に求まってくれないと有効じゃないのよ。もっと難しくなるならわざわざそんな方法を取らないでしょう。回答の補足をするわ。1プラス x の2乗の形が現れた場合の定積として、x イコールタンジェントシータと帰還することが挙げられるわよね。回答1や回答2の帰還は、三角関数への帰還を経由しても得られるのよ。そういえばさっきは言っていなかったけど、セカントは正活関数よ。余活関数コセカントというものもあるわ。セカントはコサインの、コセカントはサインの逆数ね。タンジェントの逆数はコタンジェントよ。逆関数じゃなくて逆数よ。積の逆減、マイナス1乗、元の数とかけると1になる値のことよ。間違えないようにね。私も初めは正節関数に帰還してみたけど、結局別関数に戻ったから一度にまとめてみたの。無駄な計算が減ってよかったでしょう。二つ目の補足。逆関数の積分法についてね。条件については見ての通り。この関係って、要は非積分関数を丸々帰還して部分積分を行っただけなのよね。
逆関数の積分法なんて大層な名前をつけるほどでもなかったのに。でも、名前がついたことで逆関数の積分を考えてみることが明確に手札になったのはいい点ね。これからも積極的に教えていくつもりよ。さっき言っちゃったけど、この関係の導出については以前に投稿した動画があるからぜひ見てみてね。マリサが教えていたはずだわ。今日の動画はここまでね。みんなの役に立ったら高評価とチャンネル登録をしてくれると嬉しいわ。また次の機会にお会いしましょう。ごきげんよう。今日の板書よ。4ページもあるのね。